はい、理想の主体作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。やばすぎます。モニター周りをいじくりすぎて過去一有益ながらも女性はドン引き不可避な動画になってしまいました。いきなり結論ですが、デスクがトランスフォームする時代の幕開けです。文豪モード、活動写真編集モード、無敵配信者モード、ハイパースッキリモード、その上でウェブカメラ&モニターライト&会議用照明の領土問題まで一網打尽にする秘密のデスクグレードアップパーツも発見してしまいました。せっかくの機会なのでモニターをさらに快適に使い倒す殿堂入りベストバイやテクニックも一気にご紹介します。本題の前に一つ告白です。映像さんの 37.5 インチ湾曲ウルトラワイドモニターフレックススキャン EV3895 から全く同じフレックススキャンシリーズの27インチ 4K モニター EV2785 に切り替えました。フレックススキャンシリーズの特徴は目が本当に全然疲れないデスクワーク用として洗練されたスペック、メイドインジャパンなマックス安心感でして、もともと EV3895 に何の不満もなかったんですが、一方で MacBook Pro 14インチのリキッドレティーナ XDRディスプレイがあまりに綺麗でどうしても活用したすぎました。でも大型ウルトラワイドがあるのに追加モニターなんていらんやんと頭を抱えていったところ、メインのモニターを小さくすればいいのではっていうこの世の本末転倒を全て積み重ねたようなマントラが降ってきた次第です。そしていつの間にか変形合体デスクにまでたどり着いてしまいました。独断と偏見とリビルをたっぷりにお話ししていきます。まずはデスクトランスフォームについてです。目的は仕事の生産性アップですし、作業内容も普通のデスクワーク&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングなので、あなたにもお役立ていただける部分は多いかと思っています。文豪モード、テキスト作業がとんでもなくはかどります。モニターの縦使いはおそらく27インチが最大な気がします。活動写真編集モード、 MacBook Pro をサブモニターにすると動画編集効率がうなぎ登りです。なぜか、前提として僕は動画編集を含むあらゆる PC 作業を基本的に映像フレックススキャンの電化の方とペーパーモードで行います。ただでさえ目が疲れにくいこのモニターで、さらに極限までお目目に優しいのがペーパーモードです。画面が滑らかな紙のごとき質感になって、もはや全く目が疲れません。ただちょっと黄色っぽくなります。日常使用では全く気になりませんが、 YouTube 動画作りで特に色味調整の時だけは正しい色味で見たい。でもモニターの物理ボタンで表示モードを切り替えるのは面倒ということで、 MacBook のディスプレイをプレビュー用にするととんでもなく快適なことに今更気づきました。ちなみに全然関係ない豆知識ですが、がっつり動画編集の時は左手デバイスとして話題沸騰中のループデックをトラックボール内蔵型のド変態鬼畜分割キーボールの間に置いて両手でいじくるようにすると、お手との移動距離が最小化して動画編集がとんでもなく快適になります。ループデック&キーボールのおかげで僕はマウスやトラックパッドの完全リストラに成功しました。無敵配信者モード、ウェブカメラも俯瞰カメラも照明もマイクも全部生やすと在宅ワーク戦闘力53万です。俯瞰撮影の画角決めではモニターアームが三脚としても役立ちます。ちなみにこのインスタ360リンクはウェブカメラの中で画質と暗所性能とジンバル追跡が現時点で最強だと思っています。気になる方は以前の動画も見てみてください。ただいつもこの無敵モードだとなんか気が散りますよね。ということで最終形態にトランスフォームします。ハイパースッキリモード、大半のデスクワークは実はこれで十分こなせます。ノイズレスで最高に気持ちいいです。やっぱりスッキリイズベストですよね。それではモニター裏側に凝縮された秘密を暴露していきます。最大のポイントはモニターの裏側の固定する部分、ベサマウントと言いますが、これをどうやって拡張するかです。長尾製作所さんのクランプテーブルの金具が超おすすめです。ネジ穴を増やせます。一緒に同封されているスペーサーでモニターの後ろ側との隙間を広くできて、変形トランスフォームが格段にしやすくなります。隙間にケーブルも通せますし、マグネット吸着もできます。そしてスモールリグのロッドクランプを取り付けます。ここが最大の肝なんですが、この部分は実は理想の書斎作りのアイデアではありません。アンジョさんという方のツイートを参考にさせていただきました。天才すぎて脱帽です。本当にありがとうございます。話を戻します。長尾製作所さんのクランプテーブルに同封されている M4 ネジと別でどこでも買える M4 ネジ用のナットとワッシャーを使って締め上げれば OK です。ロッドクランプの穴は M4 ネジとジャストフィットはしませんが問題はないです。最後に 15mm ロッドを突き刺せば
ばおめでとうございます。あなたのモニターの裏側はシンギュラリティを超越しました。あとは己のひらめきに従って吉野にいろいろ取り付ければいいんですが、一応僕も地獄の試行錯誤を行っておきましたので知見をシェアさせてください。直角のやつで回転や長さ調整ができます。使わないロッドの収納にも役立ちます。四角いやつは軸方向への長さ調整はできませんが、直角のやつより安いのとネジ穴があるのがメリットです。並行させるやつでウェブカメラの位置を下げて目の高さに近づけられます。軸ごとまとめてモニター裏に引っ込めたりもできるようになります。ロッドはいろんな長さがあります。連結コネクタも便利ですが、ネジを緩める方向へのねじりモーメントに対してはガバガバになるのでご注意ください。一通り組み上がった後はすっぽ抜け防止キャップをつけると安心です。ウェブカメラなどを取り付けるときはロッドの先っちょを4分の1インチのオスに変換するやつを使っています。自由雲台もめちゃ有益です。マグネットコネクタやマグネットケーブルホルダー、クイックシューなど活用すればさらにすっきり快適です。モニター回転のためにはケーブルにたるみが必要ですが、その結果モニター輪郭からアホ毛のごとく飛びいずるケーブルはカラーアングルで押さえるといい感じです。もっといい方法などあればぜひコメントで教えてください。まずは普通に縛り上げたり貼り付けたりでがむしゃらに固定するのが配線整理 1.0 とすると、ケーブルモールやマグネティックソリューションでいつでも簡単に試行錯誤できる状態を保つのが配線整理 2.0。 既製品では叶わぬ夢を追求する DIY が入ってくるのが配線整理 3.0。 そして今回のように異なる複数の変形デスク形態でもスッキリしたいのが配線整理 4.0。 そんな夢を妻に熱く語ろうとしたらちょうど菩薩と修羅を足して7でかけたような。続いてモニター周りの殿堂入りベストバイも一気にご紹介していきます。デュアルモニター運用のために米国の至高のデスクブランドグローブメイドさんのラップトップライザーを導入したんですが大正解でした。ウォルナット、艶消しアルミ、フェルトの質感が本当に極上です。 MacBook を閉じることもできますし、同じくグローブメイドのシェルフと面が絶妙に揃い散らかしてくれます。ちなみにデスクシェルフは収納アイテムではなくデスクの上の配線隠しグッズなのでご注意ください。はじめはエルゴトロン LX にノートブックトレイをつけて MacBook を浮かせてて、これでも8割満足だったんですが、アームが結構場所を取るのとノート PC だと意外に動かしにくいのが気になってました。その点ラップトップライザーだと潔くてグッドです。ただ今回のグローブメイドさんの製品もですが、ドル決済の輸入物は最近円安がドイヒーで発狂したくなりますよね。でもふと思ったんです。そもそもちょっと前まで1ドル360円でしたし、今後数年で1ドル500円やら1000円やらにならないと誰が約束できようか、いやできないとなると1ドル140円前後の昨今って実は逆に我が国最後の大円高感謝祭なんじゃないか説をここに提唱いたします。ベンキュースクリーンバーはこのチャンネルではもはや説明不要と思ってますが、手元だけを心地よく照らせてメッサ作業に集中しやすくて本当におすすめできます。僕は書斎時間の 90% 以上をこのスクリーンバーの灯火だけで過ごしています。ウェブカメラの置き場がなくなるとか、デスクライトなのにウェブ会議で顔面は照らせないとか、モニターを回転させるときにポロッと外れるみたいな弱点もてんこ盛りなのに、それでも手放せない一品でした。前半でご紹介したデスクグレードアップパーツがあればこれらの弱点は完全抹消できちゃいますね。ちなみに最新式のハローから初代モデルに戻してます。モニターサイズが小さくなったこと、どうせなら黒で揃えたくなったこと、トランスフォームにはケーブルを取り外せた方が便利なことが理由です。マグネットコネクタを使うために端子部分の穴は電動ヤスリで少し削って広げてます。初代モデルは見た目が渋くて価格も安くて今でも十分激推しできます。ウェブ会議や撮影用の照明としてはエルガトキーライトエアーが素晴らしいです。明るさや色温度を PC から調節できますし、オンオフはループデックからボタン一発です。エアーではない方の元祖キーライトはライトの部分が 1.3kg もあるのでご注意ください。ウェブ会議&時々撮影という僕の用途ではエアーが正解でした。それではモニターを快適に使い倒すための超おすすめアプリも2つ紹介させてください。デュアルモニター運用の場合、隣のモニターにウィンドウを移動させるのが手間ですよね。まさか毎回うんしょこらしょどっこいしょってドラッグしてる同士の方はいないですよね。
実はベタータッチツールという伝説のアプリのウィンドウを次のモニターに最大化ってアクションでショートカット一撃で隣のモニターに飛ばせるようになります。最高です。レゾリューショナーというアプリでモニター解像度をショートカットで即変更できるようになります。高解像度な 4K モニターで文字が小さすぎる時とか、逆に MacBook の小さい画面でもっと表示領域を広げたい時なんかにこの上なく便利です。未だにベストソリューションに至れてないのが画面の回転です。現状ではループレックで超簡単なマクロを組んでシステム環境設定の中のディスプレイの部分を直接開く、ディスプレイ設定で表示を回転させる、メインモニターを物理的に回転させるってオペレーションでやってます。ショートカット一撃で画面を回転させる方法をご存知の方はぜひコメントで教えてください。MacBook の XDR ディスプレイをとにかく活用したいという浅はかな下心で久しぶりにデュアルモニター運用に戻したんですが、まさかこんなに芋づる式にメリットが出てくるとはバタフライエフェクト恐るべしです。結果論ですが、デスクトランスフォームやデスクグレードアップパーツの活用は大型湾曲モニターだと難しいんです。ロッドが長くなりすぎたり全体の重量が重すぎたりします。また詳しくは触れませんでしたが、デュアルモニター運用には他にも視界に入れるものと視界に入るものを切り分けたり、大型モニターよりはるかに安く買えるなどのメリットもあります。もちろん普通のデスクワークしかしないよって同士の方はウルトラワイドモニター一つの方が断然スッキリで圧倒的にかっこいいんですけどね。それにしても過去一有益な動画になってましたでしょうか。なんかちょっと不安になってきました。ご質問ご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の死体作りでした。